こんにちは、バーケンです。300km 離れた実家の片付けです。今回は2階です。実家を片付けるのは妻1人です。夫のバーケンは近所にあるうっかり相続してしまった108トンの砂山の移動中です。2階のゴミをすべて1階に下ろす作業を進めています。この家は父が譲り受けた家ですが、前の住民がゴミを残したまま出て行き、長年放置されていました。なんて不幸な妻と思っていたのですが、片付けの途中で衝撃の事実が発覚。この部屋のゴミの一部は、実は私が育った石川県の家から運ばれてきたものでした。2階には3つの部屋があり、そのうち1つの部屋は私たちの家族のもの、残り2部屋のものは前の住人のものと分かりました。知らずに元住人を悪者扱いしてしまったことを反省しています。映像はポンポン進んでいますが、実際は険しい階段を何往復もしています。昔の家なので階段が急勾配です。画面からゴミが徐々に消えていくのは気持ちよいとは思いませんか？ただ別の場所に移動しているだけなんですが、それでも片付けは進んでいます。ワンちゃんが1階で泣いています。人が近くにいないとすぐに泣いてしまう寂しがり屋なワンちゃんです。カメラの位置がどうしても気に入らない妻です。撮影には倹約家の私が中古で約2000円で購入した古い iPhone4S を使っています。しかも外側カメラが壊れているため内側カメラで撮影中です。そのせいで画質や画面比率が少しおかしいかもしれませんが、どうかご了承ください。ちなみに相続しても全然裕福にはならない、そんな現実と戦っています。部屋いっぱいにゴミがあるように見えますが、実際はそれほど大した量ではないのかもしれません。ただし私は一切片付けに参加していないので偉そうなことは言えません。私たちの相続で大きな問題となっているのは、この家が自宅から 300km も離れていることです。もし近くに住んでいれば、私と妻が協力して何とか乗り越えていけるはずですが、現実はそうはいきません。相続したのは我々なので、どんな状況でも乗り越えるしかないので、必死に頑張っています。この家の2階部分なんですが、相続した時、家具や扉で完全に封鎖されていて、そもそも2階への階段すら発見できない状態だったんです。父がゴミがある部屋に誰も入れないように封鎖していたんです。隠し部屋の奥にゴミを溜めないでほしかったです。正直言って父は本当に子供みたいな人で、家の中も敷地もゴミだらけ。それだけじゃなく離れた時までゴミまみれなんです。でも父は片付ける気なんて全然なかったんです。どうせいつか死んでいくんだからという気持ちだったかもしれません。タンスの下の部分です。なんとなく見どころなので普通速度で再生します。そんな父が78歳の時に水難事故で急に亡くなりました。それまですごく元気だったので、まだまだ死なないと思っていました。私自身相続の準備なんて全くできていませんでした。それに私は養子に行ったんです。だからこそ父の資産や相続について興味を持たないふりをしていたんです。もし興味を示してしまえば父に変な期待をさせてしまうんじゃないかと思ったからです。農家を継ぐつもりもなかったですし。このタンス、奥の窓から投げればいいと思うのですが、妻はそんなやんちゃなことはしてダメだと言います。実はこれ、父とのちょっとした思い出があるんです。私が12歳くらいの大雨の日、家の隣の川が増水していて父に命令されて、2人でその川にタンスをつけたことがありました。ただ水の勢いが足りなくて、大雨が終わった後もそのタンスは半年くらい川の中に居座っていたんです。途中で見るのも嫌になってその存在を忘れていたんですが、ある日いつの間にかなくなっていてホッとしました。昔の人だからでしょうか、父は川にゴミを捨てることに全然平気だったんです。正直子供の頃そんな感じの父だったので、私はあまり明るい子供時代を過ごしたとは言えませんでした。でもこうして振り返ると、どこかユーモラスな思い出でもあるのかなと感じています。布団が相変わらず多いです。
刻めは安く捨てられるみたいですが、実際に刻んだ人からすごく大変だったと聞いているので、今回は諦めてお金を払って捨てようと思います。朝から晩までたった一人で夫の実家を片付けている妻です。逆の立場だったら私も妻のように黙って作業できるのか、正直言ってはっきり言って疑問です。多分私だったら、相続の片付けなんてやらないから一人で勝手に片付けてきてって言っちゃうんだろうなって思っています。